空が青いなあ。はい、おはようございます。今日は、6月の16日月曜日でございます。はい。朝からね、晴天で、気温がもう暑いです。はい。もう梅雨明けですか？はい。なんか、ずっとこれから、天気がいいらしいので、はい、暑いのかなと。ここはね、エアコンがないんですよ。エアコンがぶっ壊れてまして、はい。ですので、エアコンなしで、頑張っていきたいと思います。はい。フッツラボもね、ずーっとエアコンなしで、まだ1回も使ってないかな。はい。工事とかねしてきましたんでね、過去の動画見ていただくと分かるんですけども、暑い中で、作業してましたんで、はい、全然苦にはならないんですけども、はい、ということで、今日はね、また同じような仕事、リサイクルショップからお届けいたします。それとね、今回はまたね、ちょっと大量入荷いたしまして、はい、まずこちらね、キャットタワー入りまして、あとですね、食器類ですね、丼とか、あと水槽とか、あとスープのなんか保温器みたいなとか、あともろもろ食器類とかですね。はい、あとこれもまた水槽ですね。水槽とか、はい。ということで入荷しましたんで、今日はねこれをもうとにかく水洗いして、はい、食器洗いして、はい、それで陳列していきたいと思います。ということで本日もよろしくお願いいたします。人月。はい、ということで、今日もね DVD をアップしていきたいと思います。トロイ。ジェセスジェム、よくわかんない。犬神家の一族、目の壁、スペル。はい、こちらをアップしちゃっちゃとね、はい、食器やらなきゃいけないんで、はい、ちゃっちゃと、アップしていきたい、撮影していきたいと思います。はい、それでは、さっき撮った写真をね、メルカリにアップしていきたいと思います。はい、それではね、この大量の食器、はい、こちらもね、ひたすら洗っていきたいと思います。はい、まずね、大量な食器入りました、入荷しましたんで、飲食店さん向けでね、はい、このようにですね、もう一括り500円でございます。この辺もね全部よいしょ、置き場所がございませんか？入るんでしょうか？この辺も全部ね、500円小鉢とか500円、これはちょっと小さいんで300円、500円、そしてこのコップもね、これなんですか、焼酎とか飲むやつですかね、500円、
はい、このハート型のやつも500円。そしてこれ鍋とかをね、よそうやつね、500円。こういう小皿ももうまとめて500円。はい。ということで飲食店向けのね、これから商売始める方、はい、はね、これも丼ね、ラーメン用の丼、はい、これも大量にありますんでね、はい、この辺も、洗って販売していきたいと思います。はい、ということでね、今日はですね、台所から、はい、それでは、ひたすら洗っていきたいと思います。お届けいたします。はい、今日はですね、食器洗いです。飲食店にね、始めたわけではございません。はい、リサイクルショップの一環として大量の皿を洗ってるということでございます。何やってんだこいつってね思われるかもしれませんが、はい、売るためにですね、きれいに洗っております。はい、やはりですね、こういうのもね、皆さんすぐね捨てられてしまって、はい、まだまだ使えるんですけれども、捨ててしまうと。それですぐね買ってしまうと、そういう時代でございますが、あえてそこをですね、使えるものは、また使ってもらおうと、再利用してもらおうということで、洗ってきれいにしてですね、はい、いらない人がいる一方ですね、欲しい人もいるということでございますので、いらない人はですね、こういう食器とかですね、あまりに大量にあるとですね、参拝料っていうのを取られてですね、捨てるわけでございますね。採石と一緒です。採石もそうですし、建築資材も一緒でございます。はい。そうするとね、お金を払って、捨ててですね、またお金を払って買うというような矛盾が生じますのでね、はい、そこをですね、少しでもですね、その矛盾をね解決できればいいなと思ってリサイクルショップというのを始めました。はい、ということでね、一旦洗った食器をですね、はい、きれいに拭いてですね、カゴに入れておきます。あまりにもね大量なもんですからね、洗った後の置き場所がないということで、何回かに分けて、洗っていきます。ということで、次はですね、大量に、いただいた、ラーメン丼となります。はい、こちらもね大量にございますのでですね、もしラーメン屋をね開業、もしくは、ちょっと丼がもう古くなってしまったんで買い替えたいという飲食店の方はね、はい、ぜひ、一度こちらリサイクルショップで見ていただいてね、はい、使えそうだったらぜひ使っていただきたいと、そう思っておる次第でございます。飲食店やってる方でね、結構食器にこだわっていらっしゃる方もいらっしゃると思うんですけれども、あまり食器にですねこだわりすぎるとですね、経営がうまくいかない場合が多々ございます。なぜかというと、一般のね、お客さんっていうのはね、意外と食器や器などを見ていない方がほとんどでございます。はい、ですのでね、よほど儲かっていらっしゃる飲食店の方はねよろしいかと思いますが、普通の飲食店の方であればですね、
食器なんかもリサイクルを利用された方が、早く利益が残っていきますからね。はい。やはりまずは手残りをね増やすために、初期費用、固定費用というものをねなるべく抑えて、はい、それで、商売始めた方がまあ効率的かなというふうに思います。ということで、大量のねラーメン丼でございますが、はい、洗ってみます。ということで、今日はね一日中、皿洗いしてましたんで、疲れました。はい、ということで今日は以上になります。はい、ということで本日は以上となります。ご視聴ありがとうございました。今日はですね昨日入荷した食器とかね、近くのレオくんのぽっちゃんのお店で出た、業務用の、ラーメン丼とか、ガラス食器だとか陶器の食器だとかコップ、焼酎用のコップとか、大量に、入荷しましたんで、今日久々に食器洗いをいたしました。はい、なんか高校生の時にアルバイトでラーメン屋さんで働いた時に何もできないからね食器洗いずっとやってましたけど、思い出しました。はい、ということで、お近くの方でね飲食店を始めようとこれから考えていらっしゃる方、丼の数とかね、結構揃ったのが入りましたんでね、はい、ぜひ、こちらの方にいらっしゃってください。はい、ということで、同じ皿がね10枚とか20枚とか、50枚とかございますんでね、はい、一度見に来てください。はい、ということで本日は以上となります。ご視聴ありがとうございました。もしよろしかったらチャンネル登録と高評価ボタンお願いします。ということで以上となります。ありがとうございました。暑い人月。